こんにちは。今回はクロスワールド2と3ですね。最初のコースはゴールドテンプル。ナックルズにタイプ J ヨータ。ガジェットはリングゲットダッシュ。ダッシュミニ。高速トリック。エアトリックボーナス。ダッシュパネルボーナスミニです。スタート直後レベル1で良いので直進ドリフトします。最初の分岐点は左右どちらも胴回りのため中央一択となります。マシンはダッシュタイプですが、ダッシュパネルが細かく置いてあるおかげでスムーズに進めます。転がってくる大玉にはぶつからないように注意。道が合流した後、中央にあるブーストを回収します。その先のカーブですが、ラインガイドに合わせて曲がっていきます。途中、右外側に弾が来るので、そこは内側を通って抜けてしまいます。ボートになったら、ラインガイドに従って動き、途中中リングが浮いている内側は飛び越えてしまいます。難しい場合は、飛ばなくても大丈夫。どうしても慣れない場合は、2周目に教える方法で走ってください。1周目じゃなくてもいいですが、あまり無駄なく拾えるので、最後の左側にあるブーストも回収。トラベルリング直前で高く飛び上がって高レベルトリックをしておけば、スタート地点に戻った際に強力なブーストがかかるので、タイミングよく飛んでおきましょう。2周目もほぼ同じですね。若干、弾の周期が違いますが、基本同じところを走って回避できます。ブーストの使い道ですが、ボートの時が便利です。後半はダッシュパネルがなくなりますので、それ以外の場所はほとんどパネルがあるので効果が薄いです。では、早速使ってみましょう。後半からブーストで動いてみます。飛んでいますが、この場合は飛ばなくても結構スムーズに抜けられますので、以前にも話したように、苦手な人はブースト状態でラインをたどるように動くだけで大丈夫です。3周目。中央には青ボックスがありますので回収しましょう。取ると同時にブーストを使っていますが、1周目からブーストで曲がってる人は残しておいて大丈夫です。ボートになってすぐ左側にブーストがあるのですが、これでキングとノーマルの2種持っていけば、ボートパートはほぼブーストだけで抜けられます。あとはラインの通りに動くだけですね。割とシンプルなコースでした。ゴール、結構余裕ができましたね。ガジェットはもっと違うのでも良さそうですが、段差と後半考えればトリック強化は必須級です。次のコースは、マグマプラネット、シャドウにランドスマッシャー、ガジェットはリングゲットダッシュ、ダッシュミニ、ダッシュパネルボーナスコンボ、変形時アクションボーナスです。オンライン報酬となるダッシュパネルボーナスコンボがない場合は、ダッシュパネルボーナスでも代用可能です。それか、スタート成功ボーナスとパネルボーナスミニでもいいかも。とりあえず、リングを稼ぐために、何もない区間は、レベル1から2のドリフトブースト、ダッシュリングは、必ず続けて通ります。車になった後、最初のカーブにあるブーストは取らなくていいです。カーブの後右に向かい、すぐに飛行機に戻ります。1周目はリングが少ないので、左側からダッシュリングや浮いているリングをたどって集めていきます。以降は、だいたいラインガイドに従って動いていきます。今までの飛行機パートは、だいたい直進しかしてませんでしたが、今回は、ガジェット効果でリングがゲットできて加速がつくので、必ずブーストしましょう。ダッシュリングが一つ右側にありますが、胴回りかつ、ダメージのリスクもあるので、ここは直進しましょう。2周目開始と同時にブーストを使います。その先もガイドの通りに動きます。車になったら今度は右側のブーストを回収。その先再び右側から飛び出て飛行機になりますが、今度はリングがあるので右側にドリフトブーストを出してインコースで進みます。2周目からラインガイドが上に向かっていますが、上は少し遠回りとなるので、1周目と同じように動けばいいです。ガイドの通りに動いていれば大体大丈夫ですが、あちこち飛び回っている炎の竜には注意。ぶつかってしまうと、当然ダメージを受けてリングも落としますし、
減速します。3周目もほぼ変わらず、飛行機パート中盤の分岐地点で、中央に青ボックスが出るので、取っておきましょう。せっかく持続が長いものの3周目なので、無駄にしないためにも、その後車に戻って少し進んだあたりから使って良いと思います。持続時間的に、もうちょっと早く使ってもよかったかな。余らせるくらいなら、着地と同時でもよかったかも。次は、ヒルンワールド、シャドウにランドスマッシャー、リングゲットダッシュ、ダッシュミニ、ダッシュパネルボーナスコンボ、変形時アクションボーナスです。カスタムもノルマタイムも、一つ前のコースと全く同じになりました。ボーナスコンボがない場合のカスタムの概要案は、一つ前のコースの解説を見てください。早速ですが、リングサイクロンという技を使いましょう。空中ドリフトダッシュ時に、実は、近くのリングを引き寄せられるんですね。チャージをしながら、リングの近くまで行き、ブースト、そのままダッシュリングに入って、少しでも多くリングを回収します。車になったらガイドに従って動きますが、車パート終盤のリングが横並びになっている場所は、一番左側のブーストを回収します。飛行機になったら、ダッシュリングがある方に行きます。飛行機パートはダッシュゾーンが多いので、ブースト使うのは変形直後がおすすめ。また、取ると同時に使ってますが、絶対にここで使うべきというのはありません。ダッシュリングやパネルがない区間の埋め合わせに使うだけなので、使いやすい場所を探してください。コースのあちこちにいるモンスターですが、動きは遅く、一定の方向にしか進まないので、前もって動いて回避しましょう。ぶつかると、リングを落として減速するので注意。今度は、左側の寄り道がないので、ジャンプ台から飛んで、空中のダッシュリングを通りつつ渡りましょう。飛行機は、今度は、右側にダッシュリングが出てるので、右に向かいます。その先も、ガイドの通り、ほぼ直線上に走れば、大丈夫。3周目は、3匹目のモンスターの手前に青ボックスがあるので忘れずに回収しておきます。青ボックスの使い道ですが、これはちゃんと決めてあるので、使う場所に近づいたらその時外します。お待たせしました。飛行機になった後、正面のスプリングを避けながらブーストを使いましょう。若干ですが短縮になります。ゴール、結構余裕ありましたね。飛行機の操作技術の連動次第で難易度が変わってきそうです。次はスチームパンクシティです。ミクにタイプ J ヨータ。ガジェットはリングゲットダッシュ。ダッシュミニ。ファストチャージ2種。スタート成功ボーナスです。パターン化すればいけるが、それを知らないとほぼ無理という極端なコースです。スタートしたら、すぐにドリフト、トラベルリングを通る、くらいでレベル2ブーストを出します。その先は、ダッシュリングをたどるように下を進みます。車になったら右に向かいます。ドリフトをチャージし、ダッシュパネルを踏んだら左側に移動し、そのまま正面の機関車へ、シャッターが上がった際にブーストダッシュして通りましょう。内側に20リングがあるので、それも忘れず回収します。その先は、左側のブーストを回収。歯車になっている部分は、
ラインガイドの通りに、先のカーブは落ちない程度に左に寄せます。終盤はまたライン通りに進みます。車の時はたくさんダッシュパネルがあるので、飛行機パートになったと同時にブーストを使用してください。2周目もほぼ同じですが、機関車の内側ではなく外側を通ります。シャッターの周期を気にしなくて良いので気楽に行けますね。スタート地点でもブースト貯めてますが、ダッシュリング1個通って同時ぐらいにチャージ、2つ目通って少し後ぐらいにレベル2をですぐらいで良いと思います。ラインガイドだと右の道に行くように出ていますが、その先が遠回りとなるので、機関車の真横の道を通りましょう。残りは1周目と同じように動きますが、2つ目の歯車地帯の後は右寄りに抜けてください。理由はブーストを取りたいからです。ダッシュパネルを踏んでしまうと勢いがつきすぎて取るのが難しいと思います。3周目は再び1周目と同じく機関車の中を通ります。中央に青ボックスがあるのでそれを取りたいからです。1周目と同じようにドリフトを構えながら落下し、タイミングよくブーストを出してくぐり抜けましょう。まあ、20リングがすぐに取れることと、その先のダッシュパネルで減速が軽減されるので一応大丈夫です。ただ、これによってかなり厳しくなったのは間違いありません。考え方を変えれば、このようなミスがあっても間に合わせることは可能ということにもなります。今更な解説ですが、飛行機パートは黒い煙にダメージ判定があるので、下の方を確認しておき、煙がない位置を通りましょう。1秒も余裕がないですね。減速も数回あったんですが、やっぱりジャストチャージとかがないとかなり厳しいと思います。次は、ドラゴンロード、シャドウにタイプ J イオタ、ガジェットはリングゲットダッシュ、ダッシュミニ、ランオフボーナス、トリックボーナスファストチャージセカンドです。ルーレットロード以上にカーブが長いので、綺麗に曲がれる技量が必要になってきます。スタートしたら直進ドリフト、レベルは1でもいいです。最初の大ジャンプはトリックボーナスがあるので、ひたすらトリックしましょう。その先は、しばらくラインガイドに従って動けば、リングが集まってきます。曲がる際の調整には、アクセルオフを使うのが良いと思います。キーで曲がるのは、インコース狙いならいいのですが、リングを集める際には、動きが大きく不向きです。後半の右カーブの後は、中央のブーストを回収、ボートになったら右に向かい、陸地をブーストアイテムでダートカットします。陸地手前には炎が飛んでくるので、ぶつからないように注意。越えたら、ラインガイドが左に出ていますが、無視して右を通って抜けます。トリックボーナスにもリングゲットダッシュが適用されるので、こまめにジャンプしてトリックをしましょう。車になったら、左側のブーストを回収。その先のカーブは、アクセルオフとブレーキを混ぜながら曲がると、ちょうど、ラインガイドと同じように綺麗に曲がれます。2周目、トリック地帯を抜けたら、最初に右にあるブーストを回収します。その先のカーブは、また膨らみすぎない程度に曲がって進み、ボートの時は、1周目と同じく、右のダートを越えます。ご丁寧に、2周目は、ラインガイドが内側寄りになっています。うまくたどりましょう。後半は、おそらくハンドリングタイプとか想定なので、多少外側にずれても大丈夫です。今度は、右側に進むようにガイドが出ていますが、ちょうど、炎が右に出るので、左に進みます。多少遠回りですが、トリックボーナスに加速とかを出せば、そこまでロスにはならないはず。3周目は、2周目と同じように、前半のカーブの外側に青ボックスがありますが、これは無視しましょう。理由ですが、まあ当然のことなんですけど、長いカーブということは、意地でも内側を抜けたいからですね。ブーストアイテムは足りているので、特にいらないかと、取って使うとしても、水上は、トリックボーナスに加速で良いし、最後のカーブは、当然大回りになるので使えません。だからといって、最後の最後に使うには、持続時間の長さが無駄になります。ここの炎を抜けると大回りになるので、トリック加速で先に抜けてしまいます。分岐は右へ、左側は
ちょうど通過する直前ぐらいに炎が来ます。まあまあ余裕は出たかな。意外と役に立った気がしないので、ファストチャージを外して、ハンドリングチューンとかをつけてあげるとより曲がりやすくなり、結構効果が大きいかも。あくまでも空論なので、試してませんが。最後はホロスカです。シャドウにタイプ J ヨータ。ガジェットは、超高速トリック、エアトリックボーナス、リングゲットダッシュ、ダッシュミニです。実は、ほぼ直線上に進むだけで良いコースだったりします。ボート移動が長いため、引き続き、トリックボーナスとゲットダッシュのコンボを使っていきます。まずは、直進ドリフトして、最初の段差でもトリックボーナスを得ます。その先、右側のブーストを回収。少し進んで、リングの列が終わったら、ブーストアイテムを使用。何もない区間をスムーズに抜けます。ボートになったら、ひたすら、右寄りの位置をキープ。あとは、こまめに、チャージジャンプからエアトリックを繰り返します。ボートパートが終わったら、あとはガイドに従うように動くだけです。ブーストアイテムは、必ずコース終わりか、スタート付近でダッシュパネルや、リングの列がないあたりで使っておけば、間違いなく効果的です。ボートの時以外にも、意外と段差が多く、トリックする機会が多いんですよね。よって、思った以上に、トリックボーナスや高速化の恩恵があります。3周目まで、この動きで良いので、今回は、ここで、締めの挨拶に入りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。今回は、難しいところとシンプルなところ、半々って感じで、結構編集は楽でしたね。こうしてみると、クロスワールドってちゃんと考えられたコースもあるんだけど、半分ぐらいは、長い一本道にもなっていますよね。長い間変形状態の場所もあって、通常コースとはまた違った面白さがありますね。では、ちょっと早いかもしれませんが、話し込んでも中途半端に終わるため、もう締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が役に立った、楽しめたら、ぜひ、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。12月の新イベントまで、時間は刻々と迫ってきていますので、次回もまたすぐに更新したいと思います。もちろん、いつもの通り、日曜のフェスタの駆け込み配信とかもやる予定です。参加はお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。あんまり余裕はないですが、これ以上遅くなる要素もそんなにないので、おそらく簡単に真似できるでしょう。